一族の誇りにかけて進むのみ。どのような苦境でも。君のためやあ、私は折れない誇り高き魂、刃に変えて大地に帰れ。まだまだ目指すところには程遠いです。遥かな空のように高い志こそ私のきらめき。心得ている。刃は磨かねば光らない。幸宏さん、今お時間よろしいですか？ああ、舞台ピーターパンで何か気になるところでも。さすが察しがいいですね。手に握られている台本とその顔を見れば一目瞭然だ。私に声をかけるということは。はい、第4幕のフック船長とタイガーリリーの盾についてご相談したくて。4幕3幕か。お前が戦場で海賊たちの刃をかわしながら私の鍵爪を裁くシーンだな。もう少しテンポアップしたいとは私も考えていた。そうですね。次回からもう少しスピードを上げて、失礼、そちらではなく、提案したいのは盾が終わった後の立ち位置についてです。立ち位置？タイガーリリーの短剣を弾き、喉元に鍵爪を当てる最後の立ち位置か？ええ。気高いタイガーリリーは決して屈することなくフックを見据える。フックは観客席に斜めに背を向け、タイガーリリーは表情が観客によく見えるよう正面を向いていますが、このシーンの立ち位置を変え、最終的に観客席から見てタイガーリリーとフックの横顔で盾を終えたいんです。それでは盾に組み込むステップが変わってくるな。照明にも関わる部分だ。私たちだけで判断はできないが。承知しています。まずは相手であるあなたにと思いご相談しました。しかし立ち回りからの動きと演出は妥当だ。そもそもなぜお前の見せ場である重要なシーンを横顔でと考えた？動機を聞かねば納得できない。それはどうして言いよどむ？口ごもるような半端な気持ちではこちらの心は動かないぞ。わかっています。実はこの間青蘭で役者の表情の話題になって、私の横顔が好き？何よそれ。ということがありまして。正直彼女たちがどうしてそこまで私の横顔を評価してくれたのかはわかりません。ですが満場一致であそこまで言われてしまったら。確かに重要な場面は横顔でという気持ちもわかる。理解していただけましたか？でしたら。いや、演出は変えなくていいと確信した。なぜときたか。お前は存外鈍いな。からかわないでください。一応私なりに考えて。ならば私が教えてやろう。その横顔の本当の意味についてお前は理解すべきだ。柳小春。合同プログラムクリエイティブアリーナが始まった。各校の代表者が一堂に集結して身が引き締まる。私が知らなくてはならないってどういう意味です？私の横顔が好きというみんなの言葉にそれ以上の深い意味があるんですか？ああ。というのも私も以前に似たような評価が記された手紙をいくつかもらってな。あなたの横顔を見るために舞台を作っていると。そしてその手紙にはいくつか共通点があった。共通点？この手紙をくれた者は皆一様に舞台の照明係や衣装係、裏方にて力を注いでくれる者たちだ。わかったか？彼女たちが好む私たちの横顔というのは。舞台袖から見た舞台。横顔って観客席を正面に見据えた私を横から見て。その通りだ。
彼女たちは、それぞれ使命を持って舞台という名の世界の創造に力を注ぐ。積み上げた理想の果てに、舞台へ立つ私たちを見るのだ。それが、どれだけ重要で、愛に満ちた言葉か。青蘭の天才、柳小春であれば、よくわかるだろう。それじゃあ、一番好きって、そういう。気づかなかった自分が恥ずかしいです。舞台に立つことばかりに集中し、そこまで深い発言だと気づけなかった。それこそ、彼女らの本望だろう。我々は、演技に全力を尽くすことこそが、思いに応える唯一の術だ。はい。そうですね。ありがとうございます、雪城さん。あなたに指摘されなければ、上積みしか理解できていなかったです。実は、存外鈍いわ。みちるに言われた言葉でな。私も、自分がどれだけ仲間に愛されているのか、まるで無頓着だとからかわれた。雪城さん、もしかして、励ましてくれています？さあな、理解したなら、稽古に戻るぞ。悠長に話す余裕はないだろう。我々の、フックとタイガーリリーの打ち合いのシーン。今のままで満足されては、拍子抜けだ。もちろんです。今すぐにでも、稽古に入りましょう。そうだ。私は、すべてを背負って立っている。青蘭という二文字を情熱に変えて、ここに、鈴、氷雨、八雲先生、みんな、あなたたちに恥じない、私になります。タイガーリリーは、決して負けない。一族の女王として、最後まで戦い抜く。恐れなどない。私の心は、誇りときらめきに満ちている。今回のプログラムは何より、プロの現場で演じられるという強行。経験をしっかり持ち帰って、青蘭の糧にしないと。現場で直接空気を感じることが大事かもしれないから、見学でみんなを呼んでもいいか、少し秋先生に相談してみたんだけど、お友達が恋しいのね、いいわよ、ですって。違うって言っているのに、もう。私はリリー、タイガーリリー。高潔なる一族の女王。鈴はおとなしくしているかしら。氷雨がいるから問題ないとは思うけど、八雲先生にご迷惑をかけていないか心配。美とは前を向く目から生まれる。これが私のタイガーリリーを好きな理由よ。雪城さんと討論を始めるとすぐに時間が経ってしまう。気をつけなきゃ。動きやすい衣装で気に入ってるんだけど、少し布地が少なくて、待機中に上着は必須ね。常に万全の体調をキープして舞台に臨まないと。巴さんに食事作法が綺麗と褒められた。あの人に言われると少し誇らしい。戦士たちよ、血を流すことを恐れるな。誇りを胸に立ち上がれ。一番危険なしんがりこそが私の立つ場所。恐れはない。愛情さんと大月さんとの会話は私と観点が違ってとても勉強になる。生きる場所も死に場所もすべて私が選ぶ。助けてくれた恩を忘れはしない。これより我が刃はお前のものだ。